風船。ある男が友人と話している時のことだった。おいお前、その風船どうしたんだよ。男の友人は怪訝な表情で尋ねた。男の背中から空へと向かって伸びる糸の先に、小さな赤い風船がぷかぷかと浮いていて、確かに大人の男には似つかわしくないような感じではあった。何それ、知らない。男は風船の方を見ようともせず、ただそう答えた。ふーん。友人はさして気にも留めず、その話はやめた。またある日、男がスーパーで買い物している時だった。お客様、背中に何かくっついていませんか？店員が丁寧にそう指摘した。しかし、この時も男は、さあ、気のせいだろ。そう答えるだけだった。店員は困惑したが、それ以上問い詰めることはしなかった。しばらく経って、今度は道を歩いていた子供が男に話しかけた。おじちゃん、おっきな風船だね。男は子供を無視し、そのまま通り過ぎようとしたが、子供は今や男の頭よりも大きくなった風船に大はしゃぎだった。どこで買ったの？しつこくつきまとう子供に男は怒って、うるせえな、風船なんかねえよ。子供はビクッと体を震わせると、ひどく恐ろしいものを見たような顔をして、そのまま逃げてしまった。やがて風船が男の体の2倍ぐらいの大きさになった頃、突然失礼します。警察官が巨大な風船の影の下にいた男を呼び止めた。この異様な光景に男の周りには誰も寄りつかず、通行人たちは皆彼を避けて歩いている。何でしょうか。男はいかにも嫌そうな顔で振り返った。恐れ入りますが、その風船はどうされたんですか？何か困っているようでしたら、手伝ってあげましょうか。警察官は純粋に心配した様子だったが、男は沈んだ顔で、考えたくない。ただ一言そうつぶやいて去った。そしてあの日、男がいつものように道を歩いていた時、あの大きな風船がとうとうパンと破裂した。あ、耳が痛い。なんなんだよ、畜生。男はその場にうずくまり、大声で叫んでいたが、通行人たちは誰一人男を助けなかった。